明かされた秘密。あなたはこの秘密を知ることにより、幸せや健康、富など何でも手に入れることができます。あなたがなりたいもの、やりたいこと、欲しいものすべてが手に入ります。これこそが人生に成功をもたらす偉大なる秘密なのです。過去の権力者たちはこの秘密を知っていましたが、それを人々に隠して独占していたのです。一般の人々はこの秘密を知らずに、毎日職場で仕事をして家に戻る、単調で退屈な日々を過ごしていました。この秘密を知っていたのはほんの少数の人たちでした。歴史上多くの人々がこの秘密を隠そうとしてきました。また一方で多くの人々がこの秘密を世界に広めようとしてきました。その秘密とは何か。私たちは誰もが無限の力を使って働いています。私たちの誰もが全く同じ一つの法則に導かれているのです。この宇宙の自然法則はとても正確に働きます。世界中のどこにいようと私たちは一つの力で動かされています。たった一つの法則です。それが引き寄せの法則です。その秘密とは引き寄せの法則だったのです。人生であなたに起きていることはすべてあなたが引き寄せています。あなたが思い、イメージすることがあなたに引き寄せられてくるのです。それはあなたが考えていることです。何事であれ、あなたが考えていることがあなたに引き寄せられてくるのです。なぜ世界の 1% の人が世界の 96% の富を握っているのだと思いますか？それは偶然だと思いますか？実は彼らはある事実を知っているのです。つまり秘密を理解しているのです。引き寄せの法則はそれが何であれ、あなたの思考に反応します。そしてあなたも今日からその秘密を知ることができるのです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回はザ・シークレットという本をご紹介したいと思います。皆さんもよくご存知の引き寄せの法則。この引き寄せの法則を世の中に広く知らしめ、一大ブームを作るきっかけになった一つの映画があります。2006年に公開されたその映画の仕掛け人は、オーストラリアのテレビ作家であったロンダ・バーンさん。彼女は以前、自分が引き寄せの法則で救われたこともあり、これをテーマに映画を撮ります。それがザ・シークレットです。そしてその映画の内容が書籍化されたものが本書ザ・シークレットなんです。日本でもかなりブームになってましたから、ご存知の方、実際に読まれた方も多いと思います。僕ももちろん本書は知っていましたが、実は実際に読んでいなかったんですよ。読んでみると、やっぱり一大ブームを作っただけあって、かなりいい雰囲気なんですよね。引き寄せの法則自体はもちろんある程度は知ってますよ。それでも何かとてつもない秘密の扉を今開けてしまっているような、ダヴィンチコードに触れてしまったような、とにかくワクワク感があるんです。数々の引き寄せ本の元となる本の中の一冊ということもあり、発売から15年以上経った今でもなおオーラを感じます。本動画では本書のこの雰囲気をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。類は友を呼ぶ。引き寄せの法則は類は友を呼ぶと言っています。ですから、あなたが考えていることと似た思考を引き寄せます。あなたが今までに体験した例をもっといろいろと思い出してみましょう。自分が不満に思っていることを考え始めたことはありませんか？
そしてそれを考えれば考えるほどひどく思い詰めてしまったことはありませんか？それはあることを持続的に考えていると引き寄せの法則が作動し、似た思考がどんどん引き寄せられてくるからです。数分でそれに似た不幸な考えが次々と浮かんできます。そして状況がさらに悪化していくように感じられてきます。それを考えれば考えるほど心が乱れてしまうのです。あなたの現在の人生はあなたが過去に考えたことの反映です。それは素晴らしいものやそうでないものも含んでいます。あなたがこれまで一番長く思っていたことを引き寄せるので、あなたの人生であなたが何を一番深く考えてきたのかがわかります。それは人生のすべての課題に対して言えるのです。なぜならそれこそがあなたが体験してきたことだからです。悪いことを引き寄せてばかりいたとしたら、もうそういうことは起こりません。なぜなら、あなたは今この秘密を学んでいて、この知識を使えばすべてを変えることができるからです。欲しいものをしっかりと頭の中で考えることができれば、そしてほとんどそればかりを考えていることができれば、あなたはそれを人生で実現することができます。思いは磁石のようなもので、周波数のある波動を放射しています。考えるとその思いが宇宙に放射されます。それはまるで磁石のように似た周波数のものを引き寄せます。発信したものすべてが発信源に戻ってくるのです。そしてその源がまさにあなたなのです。こう考えてください。あなたは人間という放送局です。この地球上で、いえ、この宇宙で最も強力な放送局なのです。あなたが発信したものがあなたの人生や周りの世界を創造しています。あなたが放射する波動は街を越え、国境を越えて世界をも越えていきます。宇宙全体に放射しているのです。つまり、あなたは思考することによって、その波動を辺り一面に放射しているのです。あなたが発信した思考は、あなたの人生に姿形となって還元されているのです。あなたの思いが波動となり、その波動上で周波数の似たものを引き寄せ、そしてそれを人生の姿としてあなたが見ることになるのです。あなたが人生で何か変えたいことがあれば、チャンネルを変えればいいだけです。あなたの考え方を変えて、周波数を変えればいいのです。豊かな生活をしている自分をイメージすると、引き寄せの法則が力強く働いて、自分の人生を意識的に決めることができます。それほど簡単なことなのです。しかし、それではなぜ人々は夢見た生活を送っていないのだろうか、とすぐに疑問が湧き起こるでしょう。人々が自分の欲しいものを手に入れていない理由は、欲しいものよりもむしろ欲しくないものを考えている時間が長いからです。自分の思いとか発している言葉に注意を向けてください。引き寄せの法則は完璧で少しの間違いも起こしません。また残念なことに否定形かどうかまで引き寄せの法則は判断できません。否定形の表現をしてもそれを引き寄せてしまうのです。否定形の言葉を発しても引き寄せの法則は次のように解釈します。この洋服に何もこぼしたくない。この洋服に何かをこぼしたい。もっと何かをこぼしたい。変なヘアスタイルにしてほしくない。変なヘアスタイルにしてほしい。遅れたくない。遅れたい。引き寄せの法則はあなたが一番強く思い描いていることを実現してしまいます。それだけです。すべての自然の法則と同様、この法則は完璧です。あなたが自分の人生を創造しているのです。あなたがまく種があなたの未来を作ります。あなたの思考が種であり、その収穫はあなたの植え付ける種次第で変わるのです。この法則はあなたが思いを集中させているもの通りのものを単純に返してくるのです。この法則を信じてあなたが考え方を変えさえすれば、あなたは人生のすべての出来事や状況を完全に変えることができるのです。
秘密の使い方。アラジンとその魔法のランプのことを思い出してください。アラジンが魔法のランプを取り上げ、埃を払うとジニーが飛び出します。するとジニーは必ず同じことしか言いません。あなたの願いを叶えましょう。アラジンと魔法のランプでは3つの願いしか叶わないことになっています。しかし、原書をたどってみると、もともとは願いの数に制限はありませんでした。アラジンと魔法のランプについてもう一度考えてみてください。アラジンはいつも欲しいものをお願いする立場にいたことを忘れないでください。そして宇宙があり、宇宙がジニーということなのです。この宇宙は伝統によって様々な呼び方をされてきました。聖なる守護天使だったり、ハイヤーセルフだったりします。どんな名前でも構いません。あなたに一番ぴったりと来るものでいいのです。そのどれもが私たちより偉大な存在がいることを教えているのです。そのジニーはいつも同じことだけを言います。あなたの願いを叶えましょう。この素晴らしい物語は、あなたがあなたの人生のすべてを創造しているのだと説明しているのです。ジニーはあなたの命令に従うだけなのです。ジニーが引き寄せの法則です。彼はいつもそこにいて、あなたの考えること、話すこと、行動することのすべてを聞いているのです。ジニーはあなたの考えることがあなたの欲しいものだ。あなたが話すことがあなたの欲しいものだ。あなたの行動のベースになっているものがあなたの欲しいものだと受け取ります。あなたこそが宇宙のマスターであり、ジニーはあなたに奉仕するためにいるのです。ジニーはあなたの命令に対して質問したりすることはありません。あなたが何かを考えると、ジニーはすぐに宇宙を利用して、なんとかあなたの願望を人々や状況や出来事を通して実現させようとするのです。創造のプロセス。ザ・シークレットで使われている創造の方法は、新約聖書から引用されたものですが、あなたの願望を実現するために次の3つの簡単な方法を教えています。第1段階、お願いする。第1は、お願いをすることです。宇宙に命令を出してください。あなたが欲しいものを宇宙に知らせるのです。すると、宇宙はあなたの思いに応じてくれます。あなたは本当は何が欲しいのですか？座って1枚の紙に書いてみましょう。現在形で書いてください。私は今現在、あまりにも幸せで感謝していますが、と書き出してください。それから自分の人生がどの分野でどうなってほしいかを書きます。それが明確でないと、引き寄せの法則は欲しいものをあなたにもたらすことができません。それが明確でないと、あなたは複数の周波数を放射し、結果として混乱したものしか引き寄せません。創造のプロセスの第一段階は願うことです。ですから、それを習慣化してください。また、二つの中から選択に迷うときは、どちらもお願いしてください。何事にも躊躇してはなりません。ただ、お願いしてください。これは本当に楽しいことです。宇宙がまるであなたのカタログになったようなものです。あなたはそのカタログをめくりながら、この経験がしたい、あの商品が欲しい、あのような人が欲しい、というようなものです。創造のプロセスの第一段階で大事なことは、あなたの欲しいものを明確にすることです。あなたの願望が頭の中で明確になると、あなたはそれをお願いしたことになります。第二段階、信じる。第二段階は信じることです。すべてがあなたの手の中にあると信じてください。私の好きな表現で言いますと、結果に対して揺るぎない信頼を寄せることです。まだ見えていないものを信じるのです。あなたが見えない世界にあるものを入手したいとお願いし、すでにそれを入手したと信じ、そして知った瞬間に宇宙全体が変化して、それを目に見える世界に持ってきます。あなたは今それを受け取ったように行動し、口に出し、思考しなくてはなりません。
それはなぜでしょうか。つまり、宇宙は鏡なのです。もしもあなたがまだ受け取っていないと思えば、それをまだ持っていない状況を引き寄せてしまいます。ですから、あなたはすでに持っていると信じなくてはなりません。それを受け取ったと信じなくてはなりません。そうすると、引き寄せの法則が働き、すべての状況、人々、出来事を力強く動かして、あなたにそれを受け取らせてくれるのです。あなたは旅行を予約したり、新車を注文したとき、それらが自分のものになることを知っています。だからこそ、同時に他の旅行を予約したり、他の車を購入しようとはしません。その旅行や新車をまだ実際に手にしていなくても、それがあなたのものになると知っています。それがすでに自分のものだという感覚です。この、すでに所有している、すでに受け取りましたという感覚こそが大切なのです。すでに自分のものになったと信じ、かつ感じながら欲しいものをお願いしてください。すると、引き寄せの法則が働き、あらゆる状況、人々、出来事を力強く動かし、それをあなたが受け取れるようにしてくれるのです。ジニーはお願いした時だけでなくて、絶えずあなたの思考に反応しているのです。ですから、お願いした後、信じ、理解し続ける必要があります。信頼しましょう。あなたがそれを持っていると信じることが最大のパワーなのです。あなたがそれを受け取ったと信じた時に魔法が始まります。第3段階、受け取る。第3、つまりプロセスの最終段階ですが、それはあなたの望むものを受け取ることです。それを素晴らしいと感じてください。それが自分のものになった時の素晴らしさを実感してください。そしてそれを今感じてください。素晴らしいと感じれば、それを受け取る周波数上にいることができるのです。あなたに向かってやってくる素晴らしいものと同じ周波数上にいるからです。それをあなたが受け取って素晴らしい気持ちを味わうためにお願いをしたのです。ですから、その気持ちを感じ、気分のいい周波数に同調しましょう。そうすれば、それを受け取れます。その周波数上に乗る一番早い方法は、私は今それを受け取っています。人生の良きものすべてを受け取っています。私は今、〇〇を受け取っています。ということです。そして、それを感じてください。それをすでに受け取っていると感じてください。今、気持ちよくなってください。目が覚めたら、それが現実化しているかもしれません。あるいは、何か次の行動についてのインスピレーションが湧くかもしれません。インスピレーションに基づく行動は努力がいりませんし、あなたはとても楽しく感じます。そして、とても喜びにあふれ、生き生きするでしょう。まるで時間が止まったように感じ、一日中でもそうしていられます。人生を流れの速い川だと考えてください。何かを無理やりやることは流れに逆らっていくようで大変な困難と葛藤を感じます。宇宙の導く通りの行動をしているときはまるで川の流れに乗っているような感じがします。その時は努力など少しもいりません。それこそがインスピレーションに基づいた行動です。その時あなたは宇宙や人生の流れに乗っているのです。あなたに必要なのはあなた自身と物事がそこにあると考える能力だけです。人類史上創造され発明されたものはすべて一つの思考から始まりました。そのたった一つの思考から道ができ、見えないものが見えるものへと顕在化したのです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？願望実現を取り扱った本は昔からありますが、引き寄せの法則という一大ムーブメントが作られたのは2006年に出版され、全世界で2500万部という大ベストセラーになった本書の影響は大きいのだと思います。本書を読むと何よりメッセージのパワーに圧倒されます。大いなる秘密である引き寄せの法則を教えるためにぐいぐいと導いていってくれるんです。なので本を読んで理解するというよりも
次々と浴びるメッセージにより引き寄せの法則を感じるというような感覚になります。しかも、紙書籍版のザ・シークレットはページ自体に羊皮紙のような印刷がされていてめちゃめちゃ雰囲気があるんです。まさに開けてはいけない秘密の扉を開けちゃってる感があって読んでいてワクワクしていっちゃうんです。僕は電子書籍版を買ったのですが紙版の方が良かったかななんて思ったりしています。本書や映画が公開された2006年ですが同年にはエイブラハムで知られるヒックス夫妻の引き寄せの法則も出版されており、こちらもブームを牽引する要因となっていました。実は当初、ヒックス夫妻もザ・シークレットに出演予定で、撮影も済んでいたらしいのですが、条件が合わずお蔵入りになってしまったらしいのです。個人的にはこのバージョンもめちゃめちゃ見てみたいですね。本書を読む時のポイントを一つお伝えしておきますね。もともと24人のマスターが次々と引き寄せを教えてくれるという映画をある意味そのまま書籍に落とし込んでいるため、このメッセージは誰が言っていることなんだろうって混乱しちゃうことがあるんです。そこでおすすめなのが誰が言っているかを無視して読むということです。24人が対話するのではなく一つのメッセージを呼びかける構成なので、一旦誰が喋ってるというのを無視しても中身は伝わります。もしもちょっと読みにくいかもと思われた方はぜひこの方法を試してみてください。とにかく現在まで続いている引き寄せの法則ムーブメントの火付け役であるザ・シークレットを読んで改めて引き寄せの法則を感じてみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。